リチャード・ブロンソンはですね、バージン・ギャラクティですで、宇宙船の名前がスペースシップ2とホワイトナイト2と言います。ジェフ・ベゾスですね、ブルーオリジンという会社で、宇宙船はですね、単にカプセルとかですね、有人カプセルと言われています。ロケット、打ち上げロケットはニューシェパード。イーロン・マスク、スペース X の会社です。宇宙船はドラゴン2で、それを打ち上げてるのがですね、ファルコン9のブロック5ですね。で、月まで人間を持っていこうと思ったら、どれぐらいのロケット必要かっていうと、ベゾスのロケットで、このかなりでかいのが、イーロン・マスクのですね、今のところ使ってるロケットなんですけども、でも月まで人間持っていこうと思ったら、これぐらい必要なんですよ。イーロン・マスクが新しく作っているのがですね、サターン5型よりでかい、このバカみたいに大きい、銀色ピカピカなんですよ。こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日は8月8日ですね。8月の2回目のゼミになります。今日はですね、一番最初はですね、宇宙開発最近の話題ですね。で、それで大体無料の方が終わって、で、限定の方になってガンダムゼミのいつもの方に入ろうと思います。もうちょっとね、いろいろ用意しているものもあるので、じゃあもう早速ですね、早速言っても大丈夫なのかな。世間のですね、ニュースとかを全くですね、こうやらないまるでね、かつてのテレ東のようなですね、もしくはもう今の朝のラビットのようなですね、世間のことはやらないっていう、ゼミですので気にしないでください。皆さんの方はコメントの方でご随意ですね、何でもですね、語ってください。じゃあですね、最近ですね、宇宙開発流行ってるよって話なんですけども、最初はですね、この3人の日本人の話からしましょうか。左端はですね、ご存知ですね、宇宙飛行士のですね、野口聡一さん、56歳ですね。40歳の時にですね、NASA のスペースシャトルで初めて宇宙に行ってですね、で、次は44歳の時にソユーズで ISS ですね、国際宇宙ステーションにですね、5ヶ月も滞在したと。これだけでも大したキャリアですよ。だって、スペースシャトルで、いわゆる一番訓練が厳しかった時代の NASA でですね、訓練して、シャトルに乗って日本人の宇宙飛行士として行ってですね、で、44歳でですね、その後、ソユーズで、ステーション行ったっていうのも本当にすごいキャリアなんですけども、ところがこの人がですね、去年55歳ですね、再び宇宙に行ってですね、また国際宇宙ステーションで6ヶ月過ごしてですね、今年の5月に帰還したんですよね。野口さんはですね、これでですね、2つのギネスを受けました。一つ目はですね、15年間のブランクを経てですね、2回目の船外活動をしたと。3回宇宙に行ったじゃないんですよ。15年の1回目ですね、スペースシャトル行った時に、宇宙服着てですね、船外活動したんですよね。で、ついこの間ですね、またですね、今度は国際宇宙ステーションで、部品交換とかのですね、船外活動をですね、ちゃんとしたと。15年間のブランクある。これが一つ目のギネス記録なんですよね。世界で誰もそれやったことなかった。二つ目はですね、3つの手段で地球に帰ってきたと。一つ目はですね、スペースシャトルなんですね。NASA 時代のスペースシャトルなので、地球にですね、カリフォルニアにですね、滑走着陸したと。ですね、滑走路に着陸した。で、二つ目はソユーズによってパラシュートでですね、地面にこうドーンと降りてきた。で、三つ目はですね、ドラゴンクルーというですね、ドラゴン宇宙船に乗ってですね、パラシュートで着水したという。この三つの違う手段で、地球に帰ってきたのはですね、野口さんが今のところ初めてだそうでですね。で、それぞれ、おまけにスペースシャトルはですね、アメリカ製。で、ソユーズ宇宙船はロシア製。で、最後のですね、ドラゴン宇宙船の、打ち上げそれぞれ形態がですね、三つ目がですね、民間企業に打ち上げてもらったというですね、アメリカ、ロシア、民間企業という、三つの打ち上げというですね、このバリエーションの面白さもあります。で、これでわかる通りですね、今、宇宙開発ってもう民間が主導している時代なんですね。かつての NASA がとかですね、ロシアがという時代じゃなくなってきていると。なので、二人目の日本人ですね。もうおなじみですね。ホリエモン、48歳です。ライブドア時代にですね、フジテレビ買収しようとしたりですね、いきなり刑務所に掘り込まれてしまったりですね、出所したらですね、メルマガ発行して、それで大儲けして、その次はオンラインサロンとですね、常に話題の中心になる男、堀江貴文ですね。そのホリエモンが作ったですね、ロケットがですね、7月31日に3回目のですね、高度100キロを記録しました。
3回目の高度100キロって言ってもなんかね、2回目が97キロだったかな。だからまあ事実上なんですけども、高度100キロっていうのはなんでこうよく言うのかっていうとですね、世界中の宇宙開発者がですね、みんな宇宙と認める領域なんですね。カーマンラインって言うんですけど、そこにですね、今回はですね、天下からですね、資金援助を受けたですね、ロケットを打ち上げて、なんとそこでペイロードを放出。ペイロードっていうのは、つまり、ロケット単体を打ち上げただけじゃなくて、その上に荷物を乗せて、その荷物を、宇宙船のからですね、放出したということをやって、回収までしたんですね。これがすごいというふうなことなんですけど。3人目の日本人ですね。これもおなじみ、お金配りおじさんことですね、元 ZOZO タウンのですね、前澤友作さんです。45歳。堀山とそんな年齢変わらないわけですね。2018年ですね、3年前にですね、スペース X 社と契約して、2023年に同社が開発する新型宇宙船で月への周回軌道をですね、予約した。これで大評判になったんですね。当時剛力彩芽さんとですね、付き合ったんで一緒に行くんじゃないかとかいろいろ言われた人なんですけども。で、この人がですね、いきなり今年の5月ですね、アメリカのですね、スペースアドベンチャー社のですね、チャーターするロケットですね、ロシアのソユーズなんですけど、ロシアのソユーズでですね、今年の年末、12月にですね、国際宇宙ステーションに行きますというふうに発表したんですね。で、現在ですね、ロシアでですね、医療検査と訓練やってるわけなんですけども、3つ日本人が関わるというのが本当に珍しくてですね、今1960年代の米ソのアメリカとソ連時代の宇宙開発の競争ですね、に匹敵するですね、宇宙ブームになっています。で、それもですね、前は国同士が戦ってたんですけれどもですね、今回はですね、民間同士が戦っているという、そういう状況なわけですね。で、中でもですね、民間でもこの3人、これをもう今日は覚えていただければ大丈夫です。3人のですね、ライバルを紹介します。ですね、この3人。最初はですね、この左端のですね、ヒゲ面男。もう、ヒゲと覚えてくれ。覚えて大丈夫です。ヒゲですね。イギリスのですね、バージングループの会長、リチャード・ブランソン、71歳ですね。もともとバージンレコードっていうですね、レコード会社の社長からですね、バージン、エアですね、バージンアトランティックかな。飛行機会社の社長になり、その他いろんなことをやってるんですけども、冒険家なんですよ、このヒゲは。で、熱気球でのですね、太平洋横断やったりですね、で、世界一周とかもやったですね、お金持ちの道楽じゃないんですね。本当に死ぬような危険を冒して冒険してるんですけども、それ、イギリス王室からナイトの称号までもらった、いわゆる貴族のヒゲですね。で、このヒゲがですね、7月11日に宇宙に行きました。それもですね、宇宙に行くのもですね、自分の会社で開発したですね、宇宙船、スペースシップ2というやつを使ってですね。で、これ、世界を驚かせたのは何でかっていうと、いきなり発表したんですね。普通宇宙飛行するとかって言ったら、もう事前に散々告知広告やるんですけど、いきなり発表してですね、いきなり実現させたんですよ。で、理由は何かっていうと、ライバル企業のですね、ブルーオリジンより先に世界初の民間宇宙飛行っていうのをやりたかったからですね。民間旅客宇宙飛行というべきかな。で、ブルーオリジンっていう会社がもともともう何ヶ月も前から7月20日にやると宣伝してたのにですね、いきなり少し前に、はい、7月11日に打ちやりますって言って、世界初の座を奪ってしまったんですね。で、これをですね、成功させたのでですね、このヒゲのですね、バージンギャラクティック社はですね、すでに、1人5000万円のチケットをですね、600枚もう発売済みなんですよ。で、しばらくですね、いろいろ事故とかがあったんで、新規予約を受け付けてなかったんですけどもですね、追加予約のですね、受け付け始めて、これがバンバン席が売れてるそうです。民間の宇宙飛行時代がやってきた。で、このニュースに、このヒゲのニュースにですね、一番ムカついたのが真ん中のハゲですね。ジェフ・ベゾス57歳です。僕らもお世話になっているですね、アマゾンのですね、元アマゾンの会長ですね。現在はですね、このヒゲのライバル会社のですね、ブルーオリジンのですね、代表です。で、さっきも言ったようにですね、このブルーオリジンっていうのはもともと7月20日にですね、世界初の民間宇宙飛行をですね、成功させますというふうに、宣伝してたんですよ。宣伝してたのにですね、ヒゲがですね、不意打ちを食らわせてですね、世界初をですね、横取りさせちゃったんですね。で、この、ハゲのですね、ジェフ・ベゾスはですね、早速記者会見を開いてですね、ブランソンの悪口をですね、
言いまくって、おまけに、ブランドの悪口ですね、バージン、ギャラクティックの悪口を言うための特設サイトまで開設してですね、そこでですね、いや、ブランソンの宇宙船は高度80キロまでしか到達してないと。100キロというカーマンラインに到達してないじゃないか。あれは宇宙じゃないと。我々のロケットは楽々高度100キロまで行くぞっていうふうに言ったりですね。あとブランソンの宇宙船の窓は小さいっていうです。うちの窓は宇宙一でかいけど、あいつらの窓はこんなんだからあんなに乗ってもなんか金損するだけだっていうふうに書いてですね。もうバンバンですね、悪口言ってたんですけど、で、予定通り7月20日にですね、世界で2番目のですね、民間宇宙旅客飛行を成功させて、さあ記者会見開いたと。記者会見開いたんですけどもですね、ところがですね、このジェフ・ベソスの思惑と外れてですね、記者会見一人のばあさんに乗っ取られたんですね。そのばあさんっていうのが、7月25日のゼミでも紹介したですね、ウォリー・ファンクばあさん。この人なんですね。若い頃。現在、オリー・ファンクばあさん。この、ですね、ハゲのベゾスはですね、単なる話題集めにこのファンクばあさんをですね、招待して宇宙飛行、飛行を一緒にしましょうって言って招待して、行ったんですけども、7月25日のゼミでですね、話した通り、もともとこのウォリー・ファンクばあさんっていうのは、マーキュリー13っていうですね、アメリカ初の宇宙飛行士は実は女性の方が向いてるっていうふうにですね、科学者が言って、それで検査まで受けてですね、訓練までしてて、で、実際に男性の宇宙飛行士も成績が良かったにもかかわらず、当時のですね、女性差別のおかげですね、宇宙に行けなかったというおばさんなんですけども、ベソスの宇宙船ちゃんと、ブルーオリジンのやつは、ちゃんと高度100キロまで行って、で、帰ってきたんですよ。で、記者呼んで、うわーっと記者会見してて、ベソスがマイク持っていろいろ話そうとしたんですけどもですね、このファンクばあさんがそこにガッと入ってきて、ほら私はやったわよとかこういうふうにこう言い出したんですね。で、いきなりですね、NASA とですね、かつての卑怯なですね、宇宙飛行士どもへのですね、恨みとですね、勝利宣言をですね、語ってしまうんですね。で、ベゾスが偉いのは、ここでばあさんにですね、譲ったんですよ。ベゾス一瞬、どうしようっていうふうな顔してたんですけどですね、ばあさんに記者会見を譲っても、そこから先はばあさんに対して、いや、すごいとか、私がこの彼女を招待したんです。よかったというですね、いわゆるパーティーのホストの立場ですね、一番目立つの俺だじゃなくて、このおばあさんが、ほらね、よかったでしょ、もう宇宙飛行士はこのおばあさんでもいけるみんなのものになったんですよっていうふうな感じで、ベゾスへ譲ったのですね。結果的に良かったんですよ。実はこれ、もともとはですね、新聞社とかですね、ニュース通信社が用意してたのはですね、ベゾス世界で2番目に成功というタイトルの記事を用意してたんですけど、このばあさんがですね、マイク取り上げてガーッと演説し始めたおかげでですね、男社会に夢を奪われたおばあさんがですね、ついに夢を叶えましたっていう記事になって世界中に配信されたわけですね。だからもう本当結果的に大成功だったんですよ。でですね、このヒゲとハゲのですね、ばあさんのですね、ヒゲとハゲとさっきのばあさんの喧嘩をですね、横から見てたのがこの3番目の男です。これね、僕別にこれわざとこの中を選んだんではないんですよ。ペイパル創業者にしてテスラモーターズの代表で、イーロン・マスクですね。もう世界一の金持ちなんですけど、こいつね、公式写真で大体変なんですよ。僕も本当にね、イーロン・マスクの写真いろいろ、調べたんですけども、この時はね、変顔だけなんですけど、変ポーズとかです。もうみんなもイーロン・マスクで画像検索してください。本当にね、おかしなポーズやってるのばっかり、たまにまともなのがあって、で、テスラ社の公式ページはそっちを使ってるんですけども、この人カメラ向けられると、変顔とか変ポーズする癖あるみたいでですね、大体こんな写真が多いんですね。アイアンマン2とかですね、あとザ・シンプソンズにもですね、もう喜んで、大喜びで出演しちゃうビッグバンセオリーにも出演してますので、本当にセレブ業界一のお調子者と言っていい男ですね。それがですね、イーロン・マスクです。で、イーロン・マスクもですね、宇宙、会社持ってるんですけども、まだ自分の宇宙船に乗ってないんですよ。まだ、開発中のですね、超大型宇宙船、スターシップをですね、この人はですね、NASA とですね、契約することに成功した。何の契約かっていうと、NASA が2024年ぐらいをめどにですね、月にもう一度、着陸すると。
着陸と、月に降りると。で、その時のですね、月着陸用の宇宙船のコンペにですね、イーロン・マスクのですね、スターシップがですね、採用されたんですね。そうすると、これにまたね、ハゲのベゾスがですね、怒ったんです。激おこですよ、本当に。なんでかっていうと、このイーロン・マスクもですね、自分がですね、自分のですね、会社ですね、ブルーオリジン社の宇宙船をですね、一生懸命 NASA に売り込んでた最中だったんですね。ところが、イーロン・マスクのですね、ブルーオリジンはですね、コンペに落ちてしまって、イーロン・マスクベゾスのですね、ブルーオリジン落ちてしまって、イーロン・マスクだけがですね、合格したということになったんですよね。で、わざわざですね、よっぽど悔しかったんでしょうね。ベゾスですね。20億円のですね、20億ドルの、私の宇宙船を採用すれば NASA は20億ドルですね。倹約することができると。何かっていうとですね、20億ドル俺の会社が NASA に払うから、もう一回ですね、ちょっと考え直してくれとまで言ったんですけどもですね、NASA の方はですね、もう政府の調査機関の方から、調査したんだけども、ベゾスさんそれ必要ないですっていうふうに断られてしまったのでですね、恥かいちゃったんですね。で、実はこのイーロン・マスクですね、今年の1月に純資産がですね、20兆円を超えてですね、ベゾスを抜いて世界一の金持ちになっちゃったんですよ。もう本当にね、ジェフ・ベゾスかわいそうですよ。かわいちょですよ。世界一の金持ちは、イーロン・マスクに追い抜かれてですね、で世界初の民間宇宙旅行はですね、リチャード・ブランソンに横取りされちゃったというですね。この3人の会社分かりにくいんで、ちょっとまとめてみました。ですね。3人のですね、会社ですね。リチャード・ブロンソン、ヒゲはですね、バージン・ギャラクティックってやつで、宇宙船の名前がスペースシップ2とホワイトナイト2と言います。ジェフ・ベゾスですね。ちょっと影が薄くなっているのはバーさんに侵略されているからです。ブルーオリジンという会社で、宇宙船はですね、単にカプセルとかですね、有人カプセルと言われています。ロケット、打ち上げロケットはニューシェパード。イーロン・マスク、変顔のおっさんですね。スペース X という会社です。宇宙船はドラゴン2で、それを打ち上げているのがですね、ファルコン9のブロック5ですね。その他にスターシップという超巨大宇宙船今作ってて、それを打ち上げる用のファルコンスーパーヘビーっていうのもですね、今ですね、開発中ですね。昨日、一昨日あたりかな、写真が出てですね、いよいよ本当に完成だというふうに言われてるんですけど、まだテストをする許可すら下りてない状態ですね。で、わかりにくいからですね、ちょっと144分の1の統一したサイズの模型をですね、用意したので、それで比べてみようと思います。まずですね、リチャード・ブランソンのバージン・ギャラクティックのですね、スペースシップ2、これなんですけども、基本ですね、もう見た目ほとんど飛行機なんですよ。すいませんね。ちょっと持ち方にコツがあって。もう見た目ほとんど飛行機なんですよ。で、この、両側のこの2つが、これが飛行機部分で、これでですね、空気が薄いところまで飛んでって、で、この真ん中のやつを切り離すんですね。よいしょ。で、この真ん中の部分がロケットモーターで加速して、高度80キロに達するというですね。こういう仕組みになってます。だから、これがホワイトナイト2っていうんですけど、これでスターシップ2をですね、スペースシップ2をですね、衛星軌道ではないんですね。なんて言えばいいんでしょうね。一応、宇宙の一番底の高度80キロのところまで持ってくるというふうになっています。ですね。で、これがバージン・ギャラクティックのですね、スペースシップ2、ヒゲの宇宙船です。言われる通りですね、かなり窓は小さいんですよ。で、だから、じゃあ、このベゾスですね、ハゲの宇宙船がどんなのかというと、これなんですよね。これいつも割と小さいですね。だから、サイズからしたらですね、確かにこいつの方がでかいんですけども、これ見どころ何かっていうと、この胴体部分の太さと長さを見てください。こいつの方がでかいですよね。で、結局、高度100キロにまでですね、人間を打ち上げようと思ったら、これぐらいの燃料とエンジンが必要だということですね。で、両方とも特徴は、こいつは滑走してですね、地上の滑走路に帰ってくるんです。こいつはですね、再現で見たことがある人はあると思うんですけども、垂直にですね、噴射してですね、地上に帰ってくることができる。ただしこれ、打ち上げロケット部分だけが、地上に帰ってくるとき逆噴射する。
てっぺん上の部分はこれ相変わらずパラシュートを開いてですね、降りてくるという形式です。こんな感じなんですよね。で、このですね、スペースシップ2って、宇宙で使うだけじゃなくてですね、例えばそのアメリカと日本を2時間とか2時間半で飛ぶ旅客機としてですね、使うことができるんですね。こいつはやっぱ特徴は何かというと、本当に降りるときにですね、空気に乗ってですね、飛行機みたいに降りてくるから、実はですね、観光旅行として宇宙行くだけじゃなくて、超高速で大陸間を移動する乗り物として使える。そこが面白いところですね。で、ニューシェパードはですね、高度10キロまで上がれるんですけども、ほとんど、上がって落ちてくるだけなんですよね。で、宇宙空間に達するんですけれどもですね、衛星軌道に上がるにはですね、この次の世代のニューグレンっていうやつですね。最高速度マッハ8とか11ぐらいまで出るやつなんですけど、それがないと、スペース X にはですね、ちょっと追いつけないですね。このイーロン・マスク、変顔のおっさんの会社に追いつけないんですけど、垂直で着陸できるのがかっこいいでしょうと。で、このイーロン・マスクの宇宙船がですね、同じスケール、144分の1なんですけど、でかいです。これがですね、この部分がですね、ファルコン9ブロック5ですね。ファルコン9.5 だと思ってください。9ブロック5ってそういうの意味なんですけど、ファルコン 9.5 です。着陸脚が開いて、こいつもですね、垂直に着陸することができる。それどころか、この2段目も垂直に着陸することができると恐ろしい宇宙船ですね。上に乗っているのがですね、ドラゴン宇宙船というやつです。で、もう NASA と契約済みですね、何度も運用実績のあるですね、ロケットでですね、野口さんをですね、国際宇宙ステーションに去年の12月上げたのもですね、このファルコン9ですね。で、速度で言うともう単純にね、これ宇宙空間に行くっていうのはみんなね、高さだと思ってるけど、実は速度なんですよ。で、こいつはね、マッハ4出るんですよ。で、マッハ4だったら、衛星軌道に上がれないんですね。マッハ4だったらせいぜい宇宙空間の底ギリギリ行ける程度。で、このニューシェパードも同じです。マッハ 3.5 しか出ないのでですね、これも衛星軌道に乗れない。衛星軌道に乗るにはマッハ8の速度が必要なんですけど、こいつはマッハ8出るんですね。で、もう、マッハ11出るんだ。そうだそうだ。国際宇宙ステーションというのはそこまでですね、秒速10. 点何キロ出さないとですね、軌道に乗れないのでですね、マッハ11まで出せます。で、さっきも言ったようにですね、サイズで見ればもう大体わかるんですよ。これぐらいのサイズがないと人間をですね、衛星軌道に上げられないというふうに思っておいてください。で、これもさっきも言ったようにですね、垂直に着陸できます。で、ちなみにですね、野口さんをですね、2009年に、打ち上げたロシアのソユーズっていうのはこいつです。もうね、ガガーリンをですね、人類で初めて宇宙に打ち上げた時から、あんまりね、そんな進化してないんですけど、古い設計なんですけども、なかなか優れたロケットなんですよね。もちろんですね、高度400キロですね、マッハ11まで出せますですね。前澤さんが12月に国際宇宙ステーションに行けるのはこのロケットを使うんですけども、古い設計で使い捨てなんですよね。1回ごとに使い捨てだからめちゃくちゃコストかかるんですけども、50年前ですかの、もっとかな、60年近く前のロケットが未だに使えるというですね、本当にね、設計が優秀なやつです。ちょっとこいつはプラモデルで壊れやすいから、怖いからこっち置いときますね。よいしょ。で、ここまでのロケットではですね、さっきの前澤さんのですね、月旅行にはですね、全然足りないんですよ。月旅行行こうと思ったらどういうことが必要かっていうと、一応ですね、ニュースピックスのですね、編集部が作ったですね、表にちょっと僕が加工しました。高度0、100キロ、200キロ、300キロ、400キロ。その向こうが月ってなってるんですけども、だいたいジェット旅客機ってですね、高度10キロ、1万メートルぐらい、1万メートルか1万2000メートルぐらいを飛んでます。で、サブオービタル飛行と言われるですね、この宇宙の一番底が高度100キロですね。だからなんだっけ、ブライアン・ジョンソンの宇宙船とかですね、あとジェフ・ベソスの宇宙船、ここまでしか上がれないんですね。でそれに対してですね、イーロン・マスクの宇宙船っていうのは、この国際宇宙ステーションがある高度400キロ、マッハ11の世界にまで上がっていける。
ところがですね、この月ははるかに遠いんですよ。前澤さんが行きたい月はですね、400キロどころじゃないですね。38.5 万キロの距離にある。まあもちろんここに行くにはですね、マッハ11以上のですね、地球の周回衛星軌道をさらに離れるための加速が必要なんで、まあマッハ11以上必要だというふうに思っておいてください。こんな感じですね。全然足りないんですよね。で、で、月まで人間を持っていこうと思ったらどれぐらいのロケット必要かっていうと、まあこれさっきの話したですね、ベゾスのロケットですね。こいつまあ、ややこしいからこっち置いといて、ベゾスのロケット。で、このかなりでかいのが、イーロン・マスクのですね、今のところ使ってるロケットなんですけども、でも月まで人間持っていこうと思ったら、これぐらい必要なんですよ。これアポロ計画の時にですね、NASA でフォン・ブラウンが作り上げたサターン5型ロケットっていうですね、今のところ人類の歴史でですね、一番でかいロケットなんですけど、これぐらいやって、やっとこの先端部分がですね、月に行って帰ってくるぐらいで、これぐらいでかいの必要なんです。こんだけの燃料とロケットエンジンが次々と点火して、加速させないと、月まで人間を持っていけないと。ということでですね、イーロン・マスクですね、新しい宇宙船を作っております。全部これスケール統一ですね。イーロン・マスクが新しく作っているのがですね、サターン5型よりでかい、このバカみたいに大きい、銀色ピカピカなんですよ。皆さんも写真見てください。スターシップという宇宙船なんですけども、これこっから、真ん中から下がですね、これもやっぱ垂直着陸するんですよ、打ち上げが。で、こっから上がですね、月へ行くんですね。で、発表してる資料を見る限り、この中に、8人乗れてですね、それぞれの人間に個室まであるんですよね。部屋までついてる。まあ、格好悪いという人いるんですけど、格好いいか悪いかはともかくね、こいつね、羽まで動くんですよ。この羽がですね、ちょっと角度ついて動いて、地球に帰ってくるときにですね、この羽で軌道調節してですね、空気の上をですね、乗って、まあ、飛行機みたいにソアリングして着陸してきて、最後の最後に垂直になって、このままバーンって着陸するんですね。もちろんこいつもですね、打ち上げた後、バーンって着陸します。窓もあります。窓ね、まあ、本当にそれできるかどうかわかんないですけど、この上の部分が丸々すげえでかい窓になっててですね、スペース X 社の、資料ではですね、この上がものすごいでかい窓になってて、なんか外がよく見えるようになってるんですけど、いや、そんなガラスねえだろって思うんですけど、このサイズのもの、だからサターン5型と比べても、ロケット自体もでかいんですけども、実際にですね、宇宙に行って帰ってくるこの宇宙船部分もでかいんですよね。これがそのイーロン・マスクが今作ってる、年内にテストできるのかな？こんなの建造できるのかと聞いてるんですけど、もう建造したんですよ。もうね、この一段、上と下とくっつけた写真も公開されてるんですけども、ただですね、割と失敗が多いんですよ。こいつ、これの上がって降りてきて着陸してうまくいったと思ったらですね、ドカーンって地上で爆発したり、こいつもですね、降りてきたと思ったら爆発したりとかですね、結構ね、爆発多いんですよね。こんな模型売ってるのとか、いえいえ、これはうちの美術部が作ったですね、144分の1で全部揃えないとこれ見ても意味ないじゃないですか。だから、なんだろうな、バージンギャラクティックのスペースシップ2と、あとベゾスのですね、ニュー、シェパードですね。で、イーロン・マスクのファルコン9。で、アポロ時代のサターン5型。で、現在のですね、イーロン・マスクが作っている最新型のですね、スペースシップ。これ同じ、これ本当に144分の1で統一するけど、同じ感じで見ないとわかんないでしょ。やっぱこれぐらいいるんですよ。で、それに対してですね、ホリエモンがですね、この間打ち上げた天下ロケットもですね、同じサイズで美術部に作ってもらったんですけども、見えますかね？これです。こうかな。めちゃくちゃ小さいんですよ。で、これなのにすいません。これなのに高度100キロに行ったっていうのはね、なかなかですね、偉い。
これで高度100キロまで行って、おまけにペイロードを乗せて、ペイロード放出までしたんだからですね、ホリエモンロケットをなかなかやるんですよ。それぞれの会社もですね、ここから先、民間のですね、小さい人工衛星とかをどんどん打ち上げようというプロジェクトをやってるんですけどもですね、その中にホリエモン十分入っていけるっていうのは、サイズ自体はこれぐらいしかないんですけど、これはもう最初から人間乗せようとか観光旅行しようということを今のところ向こう10年は全く考えてないんですね。そうでなくて、いかにコストダウンして簡単に安くその宇宙に行けるっていうシステムを作ろうとしてるのかっていうのがわかりますですね。というわけでですね、大金持ち3人と、日本からのですね、日本代表2人を足した5人で、現在のですね、宇宙開発、民間宇宙開発をまとめてみましたですね。宇宙開発における影響力を、高さとサイズで、表現してみました。変顔のイーロン・マスクですね。この人は、やってることはですね、宇宙開発なんですよ。完全に宇宙開発ですね。で、規模で言うと、全世界に展開しているマクドナルドぐらいの規模ですね。で、その次がですね、ハゲのジェフ・ベゾスです。やってることはですね、彼がやってることは、打ち上げ産業なんですね。で、マクドナルド、全世界に展開しているマクドナルドではなくて、日本中どこにでもある、吉野家ぐらいの規模だというふうに考えておいてください。で、それに対してですね、リチャード・ブランソンですね、イギリス人ですね。これやってることは航空産業なんですね。さっき言ったようにですね、大陸間を早く結んだり、面白い観光事業をやってるって航空産業なのでですね、規模としてはガリガリ君ぐらいなんじゃないかなと思います。だから全世界のマクドナルド、日本中にある吉野家で、大体コンビニに行ったら売ってるガリガリ君ぐらいがですね、実際こう宇宙3人の中大富豪が宇宙開発で競争してるっていうとすごいことに見えるんですけど、実はこれぐらいのですね、差があります。で、ホリエモンはですね、やってるのがですね、ロケット開発なんですね。なので、あえて比較するとしたら、規模としたら、ガリガリ君にも届かないですね。焼肉屋さんのレジの横に置いているガムですか？ただでもらえるですね、ピンクとか緑のガムありますよね。それぐらいの規模ですね。だから、マクドナルド、吉野家、ガリガリ君、焼肉屋のレジの横のガムぐらいですね。で、前澤さんはですね、やってることは資金提供ですね。お客さんになってですね、お金払うので、お客さんというポジションですね。で、この前澤さん2021年にですね、今年の末にソユーズで打ち上げになるんですけど、さっき言ったソユーズで打ち上げになるんですけど、ちょっとこれ邪魔だから下ろしておきますね。ただこのね、前澤さんに関しては僕ね、毎回ね、なんか文句つけるような言い方になってね、すごい申し訳ないんですけども、ちょっと今回も文句があります。前澤さんにではなくてね、マスコミに文句があるんですけどね、前田さん、マスコミ嘘つくのやめてほしいんですけども、宇宙飛行士って呼んじゃうんですよ。前田さんのこと。宇宙飛行士って、あれ嘘です。マスコミで嘘つかないでほしいんですけども、宇宙飛行士っていうのは野口さんみたいに、パイロットとか、あと、宇宙空間で仕事をするための訓練を受けた、いわゆるアスリートなんですよね。で、だから野口さんはですね、宇宙空間に行ってる6ヶ月間ですね、今回の宇宙ステーションに行ってる6ヶ月間、暇な時間がほとんどなかったっていうんですね。もちろん自由時間はあったんだけども、それもほとんどトレーニングとかに使ってて、で、起きてる時間はほとんど仕事、次これっていうふうに仕事があったり、部品の交換があったり、宇宙空間に外に出て仕事しなきゃいけなかったり、実験があったり、膨大な仕事がある。これが宇宙飛行士なんですよね。宇宙飛行士ってのはアスリートなんですよ。でも、前田さんですね、国際宇宙ステーションに1週間滞在予定というふうに発表されてるんですけども、予定がもうほぼないんです、ゼロなんですというふうに認めてるんですね。だから、日本中の人たち、世界中の人たち、前澤に何をしてほしいのか、どんどんお便りくださいって言って、で前澤にしてほしい、なんか、100のことみたいなのを募集してるんですね。これだから、パイロットじゃないから、宇宙飛行士じゃないからですよ。だから仕事させてもらえないんですね。お客さんだから。何もするなって言われてるので、宇宙で仕事するような訓練も受けてないんですよね。だから、栄光あるですね、宇宙飛行士を名乗ってほしくないし、マスコミの人もですね、嘘ついて宇宙飛行士っていうふうに、宇宙飛行士の訓練を受けてるって言っちゃいけないですよ。前田さんはあくまで乗客であってですね、厳しい訓練をロシアで受けてるっていうふうに報道されてるんですけど、あれは、訓練ではなくてですね、医学テストなんですね。宇宙飛行士っていうのは、例えば 8G でも仕事ができるかどうかの訓練するんです。G が自分の体重の8倍の、重さがかかっても仕事ができるという
仕事をするための訓練なんですけど、前澤さんは自分の体重の4倍とか5倍がかかっても、息ができるかどうかの医学テストなんですよ。訓練じゃないんですよ。で、同じね、訓練マシン使うのですね、ついつい誤解しちゃうんですけど、宇宙飛行士の訓練を受けてるというのは、嘘なのでですね、そういう嘘はやめてください。前澤さんね、宇宙開発のために何十億円もね、今回の宇宙ステーションに行くんだったら出資してくれてるし、月旅行に関してはですね、イーロン・マスクの会社にですね、多分何百億円も下手したらもっと多いかもわかんないですね。1000億近くですね、払ってですね、資金援助してくれてるんです。その意味ではもう僕みたいな宇宙ファン、宇宙開発ファンからしたらすごいありがたい人なんですよ。もうありがとうございます、ありがとうございます。前澤様なんですけども、ただですね、前澤さんはさっきも言ったように宇宙飛行士というアスリートではないのでですね、いわばオリンピックを最前列で見る人なんですよね。なのでですね、そこを誤解させるような嘘の報道はですね、マスコミの人はやめてほしいと思います。というわけでですね、今大ブームのですね、民間宇宙旅行についてですね、まとめてみました。ヒゲとハゲと変顔のおじさんとホリエモンとお金配りおじさんですね。この5人のそれぞれのポジション、やってることの違いとかがですね、分かってもらえれば、それで OK です。お疲れ様でした。今日の無料はですね、ここまでにします。お疲れ様でした。じゃあ、アンケート出してください。もうね、統一スケールで宇宙船をこう並べないとなかなかのやってること。はっきり言って、本当ね、イーロン・マスクが桁外れに図抜けてすごいんですよ。で、それに対してアマゾンのジェフ・ベゾスがですね、なんとか食らいつこうとしてるって感じだというふうに思ってください。じゃあアンケート結果出してください。富野さんも宇宙に連れて行ってみたい。そうですよね。富野さんを連れて行ったら面白いと思うんですけども、前澤さんね、そういう発想じゃないんですよね。ありがとうございます。限定の方ではですね、ガンダム講座第30話ですね、小さな防衛戦をですね、やります。プレミアムの放課後はですね、雑談をします。来週はですね、8月15日ですね。8月13日の金曜ロードショーでもののけ姫があるのでですね、ちょっともののけ姫のもう最終講座ですね、もののけ姫最後の秘密というふうなことでですね、もののけ姫をですね、これまで2回語ってるんですけども、ちょっとそれまでと違った視点からですね、語ってみようと思います。おなじみです。美術部の最新のですね、模型もありますので楽しみにしていてください。それでは、限定に切り替えてください。お疲れ様でした。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。